こんにちは、いすみんです。今日はある方のセカンドハウスで焚き火をして過ごそうということになり、車で熊本市内から阿蘇へと向かっています。ちなみに4年前の2016年に起こった熊本地震がきっかけで、今年10月に完成した北側復旧ルートを使ったところ、なんと今までより30分も早く阿蘇市へ到着しました。自動車専用道路を降りると、雄大な外輪山に囲まれた阿蘇らしい風景が広がっていて、黄金色に輝くススキがちょうど見頃。きれい。あっちは何山？あ、九十。いいね。あ、火花出てる。出てるけどね。こするっていうのは結構力で押さえつけて入れから。煙は出てる。煙の香りがしてきた。連続でつくように火花が飛ぶと多分いいって思うけどね。あ、いいかも。一回休憩してこいよ。そう回数じゃつかんけど。そういう情報に塗り替えすよう。ごい。こんなになった。あの日が。でも焦げ目がついてるし。ついてるよね。ビジュアルオッケー。いただきます。はーい。あ、ここは。ね。トロトロ。ね。美味しい。美味しい。チーズ屋さんのお友達がおすすめだと。すごい椎茸のブルーチーズのせ。できました。はい、ありがとうございます。しめじさんはどうだろう。もうちょっと乗せて。もうちょっとか。いただきます。ちょっと一回乗せていいですか。あ、すごい。向こうでもいいかもね。どうする。そうよね。場所ないもん。なんかこの辺に。なんかね、台があればいい。なんか不思議な味。思った味じゃなかった。甘じょっぱい。なんか最近それこそ YouTube の広告で雪見大福乗せてチーズ乗せてトーストみたいな。美味しい。しめじのパクチーソースあえ。美味しそう。いただきます。美味しそう。しいたけ、さっき取りたての。赤。美味しいしいたけ。肉厚。すごいこれパクチーソース。あ、よかった。美味しい。昔全然パクチーダメだったけど、ベトナム効果。ベトナム効果大好きになっちゃった。いいかな。いいですかここ。あ、どうぞ。もちろんもちろん。すごい。すごい。美味しい。ホクホク、チーズたっぷり。美味しい。なんかこれぞ焚き火料理の醍醐味って感じ。ホットサンドは結構簡単でね。美味しい。まあいい感じ。いい感じ。音が。ね。これ後でちょっとこのセット、でキャベツをバターではい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 。ジャムのせ。美味しい。
しい。どっちも美味しいジャム。美味しい。うん。やっぱ手作りは美味しい。多分大丈あ、良さそう。バイ。あ、いいですか？食べちゃって。あ、すごい黄色。美味しそう。そう芋。このうちにつけると焦げるけど。いただきます。これなんなら炙ってね。ソーセージ食べるなら焼きますよ。あ、そうだ。ソーセージ。甘い。あ、ソーセージ。うん、ソーセージまだ開けてないのか。美味しい。絶妙。うん。だいぶちょっと。ここにここにここします。いや、どちらでもいいかな。ちょっと細めの向きを取ってきてから。おくるみ。ミノムシになった気分。気持ちいい。気持ちいい。自由に食べておしゃべりして、こんな時期だからこそ人のにぎわいから離れて自然の中で過ごす時間に心からリラックス。なんて贅沢だろうと感じます。お芋さん、あ、3個入ってるんだって、お芋さんが。今埋めたんですよ。一個はなんかもうほら破けてるけど。これね。うんうんうん。でも中はね、食べれるだろう。違う、これ前からあったやつですよ。違う最初に私が持ってきたんじゃない？赤々してることだ。この赤々がね、不思議で。ちょっと火山みたい。ちょっとほら、映えるためにさって言い訳で。枯葉。そうもやそう。枯葉で映え。ちょっと映えるために。少しだけこれを乗せますね。真っ白になるんじゃない？すごい。なんかずっと見てられるね。うん、本当。焼けたかな？お、4つ。1時間くらいかな。はい、1時間です。ちょうど。すごい。さて、誰が開ける？ねえ、これもう2個食べた。3つ目いきますか。でもせっかくだからね、気になりますね。ちっちゃい系かいいい感じ。わあ、お、美味しそう。あ、焼けてる。あ、すごい黄色。美味しそう。わあ、美味しそう。はい、どうぞ。ホク。黄色い。熱い。熱々だよね。持ってきてくれてる。そう。わあ、すごい黄色。美味しそう。熱いかな。うん。美味しい。なんだろうん、なんかあんの芋っぽう。い。ちょっと食べてみたい。美味しい。いいですか。ちょこっとじゃあみんなでちょっとずつ食べてお味見せ。はい、これいただきます。はい、おお、めっちゃ黄色いよ。ほら。かなり強火の中に入ってるとしてね。わあ、すごいしっとり。じゃあ。すごい黄色い。うん。赤。うん。美味しい。うん。
まい。これも焼けてる。破れてて。これなんやかんやで3個目食べてしまう。でも美味しいですよ。今日ずっと多分今5時間ぐらい食べ続けてるでしょ。あ、これもダメだ。うん、挟んでて。おいしい。うん、うん、鬼滅の刃にハマってるらしいよ。マジで、うんこの間テレビで初めて見たって言ってたけど、やっぱ子供たちが見るけんね。今更なんとかの方とか言うから、全集なんだっけ、全集中なんとか。いや、そんな風にしてあれなんだ。みんな応用してるんですね。なんか今ほらインフルエンザの注射を子供に打つときに子供が泣くけん全集中って言ったら子供がなんかキリってなるって泣かずに。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の動画が役に立ったよという方は、右下にあるグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ちなみに過去の動画では、キャンプや朝をジョギングで旅している動画もアップしています。概要欄にリンクを貼っておきますので、合わせてチェックしてみてくださいね。私の YouTube では、自分らしい幸せを編集するをテーマに、皆さんの気づきや行動のきっかけとなる情報を発信していますので、よかったら右下のチャンネル登録を押して最新動画をチェックしてもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。